1986年、スペースシャトルチャレンジャー号の悲劇、覚えてますか？でももし、乗組員たちが実は死んでいなかったとしたら、そんなちょっと信じがたいでも根強く語り継がれている説があるんですよ。今回はこの話の真相にぐっと迫っていきます。あるメディアなんてこんな風に断言してるんです。7人の NASA 宇宙飛行士、1986年に死亡と宣告された。その全員が生きて元気な姿で発見された。いやー、すごいこと言いますよね。これ単なる根も葉もない噂話なのか、それとも我々が知らない何かが隠されているんでしょうか。このかなり大胆な主張からちょっと紐解いていきましょうか。これって隠されていた真実がついに暴かれたっていう話なのか、それともそもそもいやそれは違うよって誰も言えないようにうまく作られた物語なのか、どっちなんでしょうね。一つずつその証拠とされているものを分解してみていきましょう。そう、今回の話は単に本当か嘘かだけじゃないんです。そもそも証拠って一体何なんだっていうもっと深いところまで考えてみる旅になります。さて、じゃあ具体的に見ていきましょうか。この説の心臓部ですよね。一体どんな主張がされているのかというところです。はい、こちらがその生きているとされている乗組員の皆さんです。例えば船長のリチャード・スコビーはシカゴの会社の CEO になっているとか、パイロットのマイケル・J・スミスは大学の名誉教授だとか、さらには兄弟として生きているなんていう主張まであるんですね。いや、これ支持者たちが特定したって言うんですけど、名前とか職業もさることながら何より顔がね、不気味なくらいそっくりだと。確かにこうやって見るとただの偶然の一致ですって言われてもちょっと本当って思っちゃいますよね。はい、では次にですね、これらの主張が公式に発表されている歴史の記録と比べてどうなのか、どこでぶつかるのか見ていきましょう。ファクトチェッカーたちが調べると、すぐに出てくる反論がこれなんですね。まず NASA は当然7名の死亡を確認していて遺体も回収済みだと。これは物理的な証拠と真っ向から対立しますよね。それからさっきのマイケル・ J ・スミス教授の話、もし本人なら80歳のはずなのにこの教授は69歳。これ10歳以上も年齢が違うんですよ。これはかなり大きな矛盾点ですよね。あとスミスっていう名前ですけど、これアメリカではものすごくありふれた名前なんです。だから同姓同名の別人がいたとしても何の不思議もないよねっていう指摘ですね。でもここからが重要なんです。話はここから単なる事実確認、ファクトチェックっていうレベルを超えて、もっと深い、ちょっと哲学的な領域に入っていくんですよ。そうなんです。でもさ、もしその公式記録自体が誰かによって意図的に書き換えられてたらどうするの？と、この説が持っているすごく巧妙な反論なんですよね。もし、ものすごく力を持った組織が公的な記録そのものを全部変えちゃってたら？この可能性をちょっと考えてみましょう。例えば実際に政府がやっているプログラムに承認保護プログラムっていうのがありますよね。これって脅された承認とかを守るために全く新しい名前、新しい書類、社会保障番号まで与えて完全に別人の公式な記録を作り出す制度なんです。つまり政府が方法的に全く新しい人間を一人作り出すっていう仕組みが理論上は存在するわけです。だとしたら宇宙飛行士たちがこういうプログラムなんかで保護されてみんなが見てる目の前ででも誰にも気づかれずに隠れていたなんて可能性はあるんでしょうか。このもしもの問いかけこそがこの説のど真ん中、核心部分なんですよね。死んだことにして全く別の人間として社会に溶け込んでる。果たしてそんなことってあり得るんでしょうか。さて、ここからがまた面白いところでして、この調査、ここから先は論理的な行き止まり、言うなれば証拠の壁みたいなものにぶつかっちゃうんです。つまり私たちが普通にアクセスできる公開情報だけだと、これ以上深くはもう掘れないという状況になるんですね。そしてその壁を象徴するのがこれです。このタイムラインの空白。非常に興味深いんですが、生存しているって言われている人たちの検証できる経歴とか記録って、なぜか事故が起きた1986年以降にバーッと集中してるんですよ。会社を設立したとか、論文を発表したとか。まるでそれより前の人生がぽっかりと空白みたいになってるんです。この行き詰まり、この証拠の壁を理解するためにはちょっと視点を変える必要があります。少し引いて私たちが普段何気なく使っているある言葉そのものに目を向けてみましょう。皆さんこう感じたことはありませんか？なぜか陰謀論っていう言葉って単にこういう説がありますよっていう説明じゃなくて、それを言われた瞬間にもう議論がストップしてしまう、まるで武器みたいに使われてるなってありませんかね？そういう独特の空気。実はこの言葉がそういうふうにちょっと武器みたいに使われるようになったのには、はっきりとした歴史的な背景があるんです。
これは1967年の CIA の内部文書なんですけど、当時、ケネディ大統領の暗殺事件の公式発表にいろんな批判が出ていたんですね。それを封じ込めるために、陰謀論者っていうレッテルを貼って、その人たちの信用を失墜させなさいっていう戦略的な指示が書かれていたんです。この歴史的な背景、これを知っておくと、今回のチャレンジャー号の話を分析するためのすごく強力な考え方の道具、フレームワークを手に入れることができるんです。そして、これこそがこの問題全体を理解する上で一番大事なポイントかもしれません。それは、まだ証明されてない説と反証することが不可能な説っていうのは根本的に違うものなんだということです。どういうことかというと、未証明の説っていうのは、いつか新しい証拠が出てきたら、本当か嘘が決着がつくかもしれない。でも、反証不可能な説っていうのは、もう構造的にどんな証拠が出てきても、あるいは証拠が全くなくても、ほら、隠蔽されてるから証拠がないんだって解釈できてしまう。つまり、自分の正しさを永久に主張し続けられるようにできているんですね。さて、ここまで見てきて、最後にこの問いを皆さんに投げかけて、この話を終わりたいと思います。1986年より前の決定的な証拠がないということ。この事実は生存者説の信憑性を逆に高めているんでしょうか？それとも、この説自体がそもそも証明も反証もできない、答えの出ない問いの領域に入ってしまっていることを示しているんでしょうか？どう判断するかは皆さん次第です。ザ・ディベートへようこそ。1986年1月28日、世界中が息を飲んで見守る中、スペースシャトルチャレンジャー号は打ち上げからわずか73秒後に悲劇的な最後を遂げました。公式記録では7名の勇敢な乗組員は全員死亡。これは、技術への過信が招いた国民的悲劇として私たちの世代の記憶に深く刻まれています。そしてその公式記録というのは、徹底的な調査によって裏付けられていますよね。しかし今日の私たちの議論の出発点は少し違います。もし彼らの使用を 100% 完全に、そして決定的に証明するものが仮に存在しないという仮定に立ったとしたらどうでしょうか。我々は今日、公式記録の裏に潜むいくつかの不可解な点から乗組員は生存していたのではないかという可能性について、異なる視点から光を当てていきたいと思います。その通りです。私はですね、事故から数十年を経て現れた数々の奇妙な一致点や記録上の空白、これは単なる偶然として片付けるにはあまりに不自然だと、生存の可能性を真剣に検討するに値するという立場です。そして私は、それらの主張は統計的な偶然と我々人間が持つ認知の癖、つまり、認知バイアスで十分に説明可能だと考えます。生存説を裏付ける客観的な証拠は何一つなく、公式記録を覆すには至らないという立場で議論を進めさせていただきます。では、まず私の見解からお話しさせてください。公式発表が語るのは、低温によってオーリングのゴムが弾力性を失ったという非常に分かりやすい技術的失敗の物語です。しかし、この整然とした物語の裏で、どうにも説明のつかない事実がいくつも浮かび上がってきました。事故から数十年が経ち、インターネットが普及したことで驚くべき情報が見つかっています。少なくとも6名の乗組員について信じられないほど容姿が酷似し、中には同姓同名で高い社会的地位についている人物が存在するというのです。最も有名な例がフランセス・スコビー船長ですね。彼と裏に一つのリチャード・スコビーという人物がシカゴにあるカウス・イントリーズというマーケティング会社の CEO を務めている。写真を見比べれば分かりますが、眉の形、顎の広さ、目の傾きまでまるで双子のように似ています。見た目の類似性というのはどうしても主観的なものになりがちですが。しかし話はそれだけではないんです。考えてもみてください。その CEO の会社のウェブサイトを開くと、ロケットのように煙を吹く牛のアニメーションが目に飛び込んでくるんです。チャレンジャー号が煙の尾を率いて爆発したあのままわしい映像を意図的に模倣したとしか思えない。これは偶然にしてはあまりにも挑発的で、何か意図的なメッセージ性を感じませんか？他にも飛行士のジュディス・レズニック、彼女にもイェール大学の法学部教授に同姓同名のこれまた驚くほど似た女性がいます。そして極めつけは、宇宙飛行士レズニックの社会保険死亡記録が存在しないという指摘です。これほど多くの、しかもそれぞれが得意な偶然が重なるというのは、確率論的に考えても極めて不自然なわけです。これは国家レベルの組織であれば可能な承認保護プログラムのような形で新たな身分が与えられ、公式記録が巧妙に操作された可能性を示唆する無視できないサインだと私は考えています。なるほど。その主張は確かに、初めて聞くと衝撃的かもしれません。しかし一つ一つの点を冷静に検証していくと、その土台がいかに脆いものかが見えてきます。まず大前提として、この悲劇は物語ではなく物理的な証拠によって裏付けられた歴史上の事実です。事故後数週間にわたる大規模な捜索活動で、機体の残骸とともに乗組員の遺体の一部が回収されています。
これは DNA 鑑定などでも確認されており、動かしがたい物証です。それに対してそっくりさんの写真を並べるのは、議論のレベルが少し違いすぎるように思います。あなたが指摘した数々のそっくりさんですが、これは人間の脳が持つ特性、つまりパターンを見出したいという強い欲求の表れに過ぎません。認知バイアスだということですか？その通りです。つまり人間は無関係な物事の中に意味のあるパターンを無意識に探してしまう性質がある。雲の形が人の顔に見えたり、壁のシミが動物に見えたりするのと同じ心理ですね。これをパレイドリアと呼びます。例えばマイケル・J. スミス飛行士、彼のそっくりさんとしてウィスコンシン大学の名誉教授が挙げられていますが、マイケル・スミスという名前はアメリカで最もありふれた氏名の一つです。何百万人もいるマイケル・スミスの中から似ている人を探し出すのはそれほど難しいことではありません。そしてこのケースには決定的な矛盾があります。年齢です。もしこの教授が本人であれば、事故から数十年経った今80歳になっているはずですが、実際には69歳、10歳以上も年齢が違う。これはどうやっても説明がつかないでしょう。年齢の矛盾は確かに大きな壁ですね。しかし公的記録の改ざんが可能だとすれば、生年月日を変えることも不可能ではないのでは？むしろあえて分かりやすい矛盾を残すことで追跡を諦めさせる意図があったとも考えられませんか？それは何というか、あまりに放った見方ではないでしょうか。先ほど挙がったリチャード・スコビー CEO についても、スコビー船長が NASA で宇宙飛行士として訓練を受けていた1980年代に、この CEO はマーケティング業界で着実にキャリアを積んでいた記録が残っています。2人の経歴は全く両立しません。彼の会社カウズ・イン・トリーズが設立されたのも事故の後です。異常な主張を証明するには異常な証拠が必要です。しかし提示されているのは表面的な見た目の類似点と、少し調べればすぐに崩れる状況証拠ばかり。歴史的記録を複すための証明責任は全く果たされているとは言えません。その検証すれば崩れるという点ですが、そもそも何を検証可能な記録とみなすかという点が問題なのではありませんか？あなたは大学の記録や会社の登記情報を絶対的なものとしていますが、それらは所詮紙やデジタルのデータです。国家が意図すれば改ざんや作成は不可能ではありません。一方で人間の顔、特にスコギー船長のような特徴的な顔立ちはそう簡単に偽造できるものではない。直感的な証拠は時に操作された書類よりも右弁に真実を語ることがあると思うんです。そして何より奇妙なのは、これらの別人とされる人物たちの1986年の事故以前の公的な活動記録、特に写真付きのものがほとんど見当たらないという事実です。これは不自然だと思いませんか？まるで1986年以降に突然現れたかのように。新しい身分が作られた、空白期間と考えるのが自然ではないでしょうか。いや、それは全く逆です。数十年という時間の経過、体重の増減、髪型、そして撮影された時の照明やレンズ、表情の違いを考慮すれば、写真の視覚だけで本人かどうかを断定するのは極めて非科学的です。それは法医学の常識ですよ。一方で、あなたが改ざん可能だという記録、例えば大学の学位記録、企業の登記情報、過去の納税記録、学術論文の発表履歴といったものは、それぞれが独立した多数の組織や個人によって管理参照されています。これら膨大な記録の束を40年以上にわたって一切の矛盾なく改ざんし続けるというのは、一つの国家機関の力をもってしても事実上不可能です。どこかで必ず旗ずるびが出ます。それにインターネットが普及する以前のごく普通の一般人の記録がオンライン上に乏しいのは何も不思議なことではありません。むしろそれが当たり前だった時代です。あなたの主張は現代のデジタル社会の感覚で過去を裁いているに過ぎないということになりますよね。では、確率の問題についてはどうお考えですか？仮にマイケル・スミスがありふれた名前だとしても、ジュディス・レズニックやリチャード・スコビーまで含め乗組員7名のうちこれだけ多くの人物に同姓同名を含む非常に得意なそっくりさんが見つかる確率は天文学的に低いのではないでしょうか。1つや2つなら偶然かもしれませんが、6人となると話は別です。偶然という言葉で片付けること自体が非論理的に聞こえます。そこにも、統計学的な罠があります。それは宝探し効果と呼ばれる典型的な選択バイアスですね。あるいはテキサスの狙撃手の語尾とも言います。それはどういう意味でしょう？矢の壁に向かって無差別に銃を撃ち、弾痕が最も集中した場所に後から的を書いて自分は名車だったと主張するという話です。これと同じで、最初から結論ありきで2億人以上のアメリカの人口の中から自分たちの説に都合のいい顔や名前を持つ人物だけを必死に探し出し、それらを並べてこんな偶然があるはずがないと主張しているに過ぎません。探せば見つかるのは当然なわけです。さらに言えば、この生存説自体全く一貫性がない。例えば同姓同名のそっくりさんが見つからなかったロナルド・マクネア飛行士やエリソン・鬼塚飛行士については、いつの間にか話がよく似た兄弟がいたということにすり替わっています。グレゴリー・ジャービス飛行士に至っては有力な候補すら提示されないことが多い。これは自分たちの説に合わないデータは無視し、合うものだけをつまみ食いするご都合主義的な証拠の集め方です。これでは確率論的な主張の信頼性は根底から揺らいでしまいます。
証拠の選び方に偏りがあるという指摘は、ある程度認めなければならないかもしれません。しかし、それでもなお残る疑問は、動機です。なぜこれほど大規模でリスクの高い偽装工作を行う必要があったのか。これについては、単なる保身や情報隠蔽といったレベルではない、もっと大きな目的があったと考えるべきではないでしょうか。私は、メソッドの掲示、レベレーション・オブ・ザ・メソッドという概念に注目しています。メソッドの掲示ですか。あまり聞き慣れない言葉ですね。これは、ある種の権力エリート層が大衆を欺く能力を誇示すること自体を目的として大規模な偽装工作を行うという考え方です。つまり我々にはこれほどの嘘を真実として信じ込ませる力があるのだと分かる人にだけ分かる形でサインを送っている一種の心理的支配術ですね。宇宙開発という国民的な一大イベント、そしてそこに起きた悲劇は人々の感情に強く訴えかけるため、そのための舞台として最も効果的だった。先ほどの CEO の会社のロゴのようなあからさますぎるヒントを残しているのは、我々を嘲笑うかのように自分たちの仕業を工事しているからではないかと。その動機は非常に興味深いですが、同時にあまりに抽象的で反証が不可能です。何が起きてもそれはエリート層の意図だと説明できてしまう。そういう理論は結局のところ何も説明していないのと同じです。一方でオーリングの欠陥という動機は具体的で検証可能です。ロジャース委員会による公聴会では、記述者たちが打ち上げ当日の低温がオーリングに与える危険性を必死に訴えたにもかかわらず、経営陣がその警告を無視して打ち上げを強行した事実が生々しい証言とともに明らかにされています。これは人間の判断ミスと組織の欠陥が招いた非常に現実的な悲劇です。それにシャトル計画はこの事故によって32ヶ月も中断し、 NASA は莫大な経済的政治的損失を被りました。そんな犠牲を払ってまで一体どんなメッセージを送りたかったというのでしょうか。合理的とは到底思えませんね。合理性の物差しだけでは測れない領域があるのかもしれません。しかしあなたの言うように、関わる人間の多さを考えると、秘密を守り通すのは難しいという点は確かにあります。その通りです。この偽装工作が事実だとすれば、 NASA の職員、政府関係者、乗組員の家族、そして新たな身分を与えられた先での隣人や同僚、何百いや何千という人間が関与しているはずです。そのうちの誰か一人が40年という長い年月の間に良心のかけるや人間関係のトラブルから真実を暴露してもおかしくない。しかしそうした内部告発は今日まで一件もありません。この事実こそが偽装工作などなかったことの最も強力な状況証拠ではないでしょうか。それは口封じや監視体制がいかに完璧であったかを示していると考えることもできますが、確かに証明は困難ですね。隠語を 100% 否定することは悪魔の証明であり不可能です。しかし我々は可能性の大小で物事を判断すべきです。検証可能な証拠に満ちた悲劇的な事故という説明と、数億の論理的飛躍と矛盾を必要とする壮大な偽装工作という説明、どちらがより説得力を持つかは明らかだと思います。まとめに入りましょうか。私が今日提示してきたのは、公式の物語がいかに整然としていても、その裏には説明しきれない不穏な一致点や謎が存在するという事実です。特にこれらの別人とされる人物たちの事故以前の独立した記録が極端に少ないという事実は無視できない異常な点です。私たちが目撃したものが単なる技術的失敗による悲劇ではなく、巧妙に演出された偽装であった可能性を、これらの事実は完全には排除させてくれません。問われるべきは、公式記録が何を語っているかだけでなく、何を語っていないか、何を隠しているかなのです。懐疑的な視点を持つことは真実を探求する上で非常に重要です。しかしその懐疑は客観的な証拠と厳密な論理に導かれなければなりません。今日議論した生存説は、双面的な見た目の類似、統計の誤用、そして回収された遺体の一部を含む膨大かつ多様な情報源からなる物理的証拠の体系的な拒絶に基づいています。国家レベルの陰謀が絶対にないとは言い切れませんが、この生存仮説を信じるためには、あまりにも多くのもしもを積み重ね、あまりにも多くの矛盾から目をそらす必要があります。一方で、オーリングの欠陥という悲劇的な事故という説明は、検証可能な全てのデータによって悲しいことですが力強く裏付けられているわけです。チャレンジャー号の物語は、このように対立する視点を通して見るとき、私たちに証拠の本質とは何か、人間の認識はいかに危ういか、そして我々が公式の物語に寄せる信頼とは何かという、根源的な問いを突きつけます。ロジャーズ委員会の分厚い報告書を精査するにせよ、数十年を経てインターネット上に現れた奇妙な一致点を考察するにせよ、この素材には我々の知的好奇心を刺激し、さらなる探求を促す深みがあります。どちらの物語を受け入れるか、最終的な結論は聞き手一人一人の判断に委ねられています。